皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、参議院の予算審議会において、河野太郎大臣がスマートフォンを使ったことで、それはルール違反だとして使えないという場面がありました。今回の動画では、日本の国会や国会議員のレベルがいかに低いかについて少し解説をしておきましょう。まず第一に、現在の国会というのは、非常に旧態依然とした行動様式、ルールといったものがあり、それに縛られる形で運営されています。かつてはそれでも良かったでしょう。しかし、現在ではそのような悠長なことを言ってはいられない状況だと私は思っています。危機感を持っているか持っていないかの違いは、こうした一つ一つの問題をどう解決するかにかかっています。さて、現在政府は業務の効率化に DX 推進といったものを掲げています。超アナログな世界から業務を効率化するための様々なテクノロジーをどんどんと導入してくださいと呼びかけているところです。しかし、そう旗を振っている政府や議員たちの集まりである国会においては、未だに超アナログな世界が展開されていて、つい最近になってようやくタブレットの持ち込みなども許されるようになりました。ところが今回スマートフォンで調べ物をするなんて、そんなものは認めていないと使用を却下されたわけです。今回河野太郎大臣が調べ物をしようとしたのは、2019年において外相は誰だったかという質問に対して、それはどうだったかなという、すぐさま回答できるのはちょっと難しいな。しかし調べればすぐわかるようなことだったので、これを手元のスマートフォンで調べようとしたものです。その調べ物には特に重要性があったとは私は思えないので、スマートフォンで調べて、その時の外務大臣は誰々でしたよと答えれば、すんなりと話は前へと進むはずでした。しかし、スマートフォンを使った瞬間に、それいいのみたいな形で、周りがざわつき、そしてダメですよという声がかかるというのは、ちょっと滑稽な場面です。そのようなことすら認めていないというのが、今の国会、そして国会のルールを決めている国会議員たちの時代遅れさというものを非常に印象つける姿だと思います。こうした時代遅れ感といったものは様々なところに悪い影響を与えるものです。例えば私たちが税金の使い方に関して過敏になっている状況というのは、そもそも税金が正しく使われているか、効率的に使われているか、ちゃんとお金が成果を出しているかについて、やはり気になるからで、国会においてグダグダとした議論であるとか、全く議論とは関係のないところで時間や多くの人たちが携わっている、その無駄っぷりにやはり腹が立つ人も多いことでしょう。少なくとも私は国会の運営に関しては、問題点が山ほどあると思います。例えば審議会において野党議員が総理大臣に質問を4つほどしようとします。質問については事前通告がされていますから、4つの質問すべてが総理大臣というのが分かっている状況であったとしても、一つのやり取りが終わった後に総理大臣は席に戻り、そして再び次のやり取りのためにまた呼び出しを受けて前に出る。そしてやり取りをするとまた席に戻り、次の質問に向けて呼び出しがあってまた出てくる。ほんの数十秒の間席を行き来するだけというふうに感じる方もいるかもしれませんが、私はそのちょっとした移動といったものの積み重ねがこれから先も何年も何年もずっと続いていくというのであれば、やはりそこには無駄しかないと思います。国会の運営というのは多くの国会議員や官僚、様々な人たちの集まりによって運営されており、その運営ということを考えただけでも多額の税金が日々消費されているのです。ですから簡単に省略できる部分についてはどんどんとルールを変えて今の時代に合わせていく必要があります。こうした話をすると、これは非常に伝統的なものであり、そのような伝統をないがしろにするのかという考え方を持ち出してくる人もいるわけですが、伝統芸能などのような守るべき古きものと、このようなただ単に弊害しかもたらさない伝統といったものはどんどんと打破していくべきものだと私は思います。そして今回少なくとも全国ニュースになるぐらいの出来事として報じられたわけですから、今のルールには問題点がたくさんあってこれを改善しなければならないなとさっさと動き出すそのぐらいのスピード感といったものが
今の国会議員には求められていると私は思います。皆さんは今回の話題についてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。